皆さんこんにちは。旅蔵チャンネルです。今回私は大阪駅前の新都心グラングリーン大阪に来ています。本日ご紹介するホテルは2025年4月3日オープン、ウォルドーフアストリア大阪です。ヒルトングループの最高峰ホテルとして1893年ニューヨークで生まれた世界的にも大変有名な歴史と格式がある高級ホテルです。世界の要人をもてなしてきたあのホテルがついに日本に進出しました。場所は JR 大阪駅から連絡通路で直結した大変便利な場所。この積み木のようなビルの高層階28階から38階がホテルとなっています。客室は全部で252室、48平米以上のゆとりある広さで、全室31階以上にあるため素晴らしい景色を楽しむことができます。それでは車寄せからロビーの方に入っていきたいと思います。入り口には重厚なドアがあります。高級感がありますね。1階はグランドエントランスです。大変特徴のあるオブジェが目の前に現れました。モダンでエネルギーに満ち溢れた街大阪をイメージし、お客様をお出迎えしてくれています。左側にはコンシェルジェカウンターがあります。ホテルに到着したお客様一人一人にお声掛けをし、目的の場所を丁寧にご案内されていました。優雅で居心地のいい空間です。さて、このホテルなんですが、実はレセプションやレストランは29階にあります。それでは29階に進んでいきたいと思います。今回ホテルの設計デザインを担当したのは世界的デザイナーのアンドレー・フーです。こだわりの空間美をお楽しみください。眩しいぐらい明るい光の空間、アライバルパビリオンに到着しました。目の前には大阪の街並みが見渡せる空間、ラウンジ&バーピーコックアレーが現れました。アールデコ調のデザインと素晴らしい眺望の圧倒的な空間で、旅人の心をわしづかみにすることでしょう。それでは宿泊のレセプションに向かっていきたいと思います。この通路アールデコ調で大変素敵なんですが、デザイナーのアンドレ・フーがウォルドーフアストリアニューヨークに敬意を表して作ったアーケードとなっています。それではレセプションに入っていきたいと思います。こちらは先ほどまでとはまた全く違う雰囲気ですね。円筒型のランタンをイメージした吹き抜け空間、アールデコ調のデザインと日本らしく木材を使った空間、アンドレ・フーが考える日本らしく大阪らしいアールデコ調のデザインというところでしょうか。また水系を配し、水の音にも癒されますね。このようにホテルゲストが1階の共用部から入り、一歩一歩進むことで違う風景が変わり、旅路を感じられるよう、このホテルが大阪の第一印象として心に刻まれ、これから始まる旅の体験へつながる
ランドマークのような場所になってもらえたらというアンドレ・フーの思いが込められています。さて、このホテルではチェックインの手続きをお部屋で行う形となっています。それでは早速客室階に上がっていきたいと思います。エレベーターホールも広々とした空間、そして重厚な絨毯が引かれ、高級感漂うスペースとなっていました。それではお部屋ご紹介していきたいと思います。鍵はいつものヒルトンの鍵です。ではタッチして入っていきたいと思います。はい、光がですね本当に綺麗に入っていますけれども、床が石張りになっておりまして上品な空間となっています。ではお部屋奥に進んでいきましょう。こちらからフローリングと絨毯になっていますね。はい、本日のお部屋はプレミアキングルームです。ワンランクアップグレードしていただきました。大変上品な空間となっています。そしてこのリビングルームなんですけども、また素敵ですよね。この素敵な椅子、私こういうフォルムが好きなんですよね。ゆっくりこちらでのんびり過ごせそうです。そしてこのソファーもですね、いいですね。足を伸ばしてゆっくりできそうです。そして書斎には北斎のこういうアートブックも置いてあるんですね。そしてこのパノラマビュー素晴らしいと思います。また後ほどご紹介していきたいと思います。そしてですね、この花が生けてあるんですけれども、桜ですよ。これ日持ちしないんですけどね、一人一人のお客様にこういうこだわるこういうところがですね、やはり高級ホテルという感じがいたしますね。オドルフのこだわりを感じることができます。そしてウェルカムアメニティは大変素敵な色違いのイチゴが用意されています。本当に高級感があってこういうのは嬉しいですよね。ありがとうございます。そしてチェックインは部屋で行ったんですけども、このようなウェルカムレターとダイヤモンドメンバーはドリンク券をいただくことができました。それではベッド周りご紹介していきたいと思います。はい、こちらも素敵ですよね。大きなベッドが1台、そしてこのアールデコ調のペンダントライト、大変インパクトがあり素敵です。そしてベッドボードをちょっとご紹介していきますと、こちらにですねちょっと可愛い時計があります。これはちょっと珍しいですね。で、色のコーディネートもされてまして、何か箱があるんですが、これ開けますとジュエリーボックスとなっています。これは大変便利ですね。そして iPad のような端末ありますが、電気やエアコンが操作できるということです。はい、ふかふかのこれクッションが入っていてですね、これ本当に優雅なベッドボードとなっています。そしてこの辺りなんですけども、やっぱり日本を意識してるんでしょうね。障子のようなもの、そしてこの曲線がですね見事に綺麗だと思います。そしてこのアートも素敵ですし、その後ろにですね、これ分かりますか、和紙でしょうね。これ貼ったような金箔を使ったアート、そしてこの間接照明が当たっていて見事に計算されています。大変素敵な美を感じることができますね。本当に素敵です。そしてこのライトランプのスイッチなんですけど、これもちょっと特徴的ですよね。なかなか他にはないような気もします。大変素敵なベッド周りとなっていますね。そして一番奥にミニバーのエリアがあります。上に何やら丸いものがあったりして素敵ですよね。そしてこれ多分コースターなんですけども、はい、革でしょうかね。なんかそういったものがあります。そしてグラスがですね高級感があります。これカットが入っていて本当素敵ですね。そして200ぐらいのミリリットルぐらいのボトルが入っていますね。はい、見た目にも綺麗です。そしてゴドルフのお水が輝いています。そしてエスプレッソ、そして高級ホテルらしく鉄瓶が置いてあるのはいいですよね。それでは引き出しを開けていきたいと思います。赤ワイン、ワイングラス、そして大変素敵なコーヒーカップとデミグラス。
ネスプレッソ用のコーヒーが3種類とハーブティー、紅茶、日本茶が入っていました。大変素敵ですね。そして一番下の引き出し、冷蔵庫を開けてみたいと思います。たくさんのドリンクが入っています。充実のミニバーですね。さすがです。京都伏見のミネラルウォーター。こちらは獺祭ですね。日本酒です。そして山崎の水。そしてこれは京都宇治のプレミアムティー玉うさぎですね。各種ビール、カクテルなども用意されています。またシャンパンはブーブークリコです。白ワインもしっかり用意がされています。左の引き出しにはチョコレート、ナッツ、ポテトチップスも用意されていました。念のためですが、ミニバーはすべて有料となっています。そして一番下、こちらはケトルとアイスペールが用意されています。はい、ちょっと今日日差しが強いですね。では続きまして水回りを見に行きたいと思います。部屋が50平米あるので結構ゆとりがありますね。はい、こちら水回りでございます。こちらもまた大変高級感のある空間となっています。素敵ですね。そしてこちらシンクなんですけど、石張りで大変高級感がある仕様となっています。そしてダブルシンク、スイートみたいですね。2人一緒に支度ができます。そしてアメニティはイソップを採用しています。世界中のモドルフ・アストリアではイソップを採用しているらしいですね。そしてタオルとアメニティ、こちらも高級感がありますね。そしてこれはイソップの歯磨き粉ですね。これはちょっと初めて見ました。大変高級感があって素敵だと思います。そしてですね、下を降りますと十分のタオルが数が用意されていますね。そして体重計もあります。こちらから見ても大変高級感のある空間となっています。そしてお風呂周りなんですけども、このマットもまた高級感もありますし、この花壇もですね、またピカピカしていて本当に素敵でございます。はい、照明も考えられていますね。淡い光で大変いい感じです。そして何といってもこの深いバスタブ、いいですね。そしてバスピローですね。枕も置いてありますし、イソップもまた置いてありますし、このですねお風呂なんですけども、非常にマット感があってすごくいいですね。なんか高級感があって、ゆっくりこちらでのんびりバスタイムを楽しむことができそうです。そしてですね、これ、はい、バス道具なんですけども、ゴドルフのロゴが入ってますね。素敵ですね。はい、生地が柔らかくてですね、大変デザインシンプルなんですけども、高級感を感じることができるものとなっています。そしてその奥にですね、これはシャワーブースでございます。はい、こちらも間接照明がね、綺麗なんですよね。計算されてますね。レインシャワーがあって、ハンドシャワー、そしてイソップのアメニティが入っています。そしてちょっと明かりが取れるようになっていて、このカランがまたね上品なんですよね。素敵でございます。そしてここ出たところ、反対側はおトイレとなっていますね。はい、そしてね、これ自動で開くんですけど、ちょっとね、先ほど座ってみて思ったんですが、ちょうどここ座ると目の前にこのスイッチが来るんですよね。なので横になると見にくいんですけども、ここだと非常に分かりやすいので使いやすいなと思いました。そしてこのトイレットペーパーなんですが、分かりますかね。このディテールがですね非常にこだわっているので、こんなとこまでこだわっているんだろうかと思って、先ほどちょっと感心しました。
はい、バスルームはこんな感じでございます。大変高級感がある空間となっています。そして続いてクローゼットルームです。こちら大きな鏡が貼られていて大変広く感じる空間となっています。大変高級感のあるハンガーが用意されています。そしてこの釣り場のようなものも面白いですよね。そして大きなバゲッジラックのスペースがあります。この大きなスペースが旅行者にとって大変嬉しいですね。引き出しの中には金庫などがあるんですけれども、中にはふかふかのパジャマも用意されています。もちろん上下セパレートでございます。そしてこの下なんですけれども、開けていきますと、はい、ランドリーバッグ、そして洋服のブラシですね。そしてこちらがですね、はい、シューシャインバッグ、靴磨きのサービスとふかふかのスリッパが用意されています。はい、ゆとりのある空間、本当にいいですね。そして扉の横にアイロンのマークがありました。ここを開けますと、ボードと中にアイロンが用意されています。はい、機能的ですね。それでは最後にお部屋のビューをご紹介していきたいと思います。はい、天気がだんだんと良くなってまいりました。はい、こちらはですね、ちょうど大阪駅の反対側の淀川ビューのお部屋でございます。はい、ちょっと部屋をね、大阪駅側にしようかなと思ったんですけども、こちらの方がちょっと視界が晴れてるので気分が晴れるかなと思ってちょっとこちらを選んでみました。好き好きだと思いますね。反対側は大阪の都心の大阪駅の夜景が見えると思います。ただビルが近いので気になる方はこちらの方がいいかと思います。はい、そしてこれね、奥まで見えてちょうど大阪南港、あれですね、エキスポの会場とかあっちの方まで見えますね。はい、大変素敵なビューが見える、そして上品なお部屋のご紹介でした。続いて室内プールをご紹介したいと思います。宿泊者は無料で使える長さ20メートルのラグジュアリーな空間がある室内プールです。泳いだ後はのんびりデッキチェアでくつろぎたいですね。このプール30階にあるということで、素晴らしい眺望が楽しめるところも魅力の一つです。スタッフがデッキチェアのバスタオルを引いてくれます。そして冷たいお水やフェイスタオルをいただけるのも丁寧なサービスですね。またプールの床はモザイクタイルです。そしてライティングが大変美しいですね。青に見えたり、そして時には緑に見えたり、ラグジュアリーな空間に癒されます。また男女別のロッカールームにはジャグジー風呂も完備されていました。そしてドライサウナやミストサウナもあります。ロッカールーム内にもスタッフが常駐しており、丁寧なサービスを受けることができました。ドレッサールームのアメニティもイソップです。お部屋には置いてない化粧水などもありました。営業時間は朝の6時半から夜の10時まで。夜のプールも大変綺麗ですし、朝のプールは誰もいなく貸し切り状態で利用することができました。そしてフィットネスジムは24時間営業です。好きな時に来てワークアウトができるのも嬉しいですね。さて、ウォルドーフ・アストリア大阪にはライブラリーという施設があります。このホテルにはエグゼクティブラウンジは特にはないんですけれども、宿泊者が自由にこちらに来てコーヒーや紅茶などを
セルフサービスで楽しむことができる空間となっています。大変素敵なインテリアに囲まれた空間、高級感で満ち溢れていますね。なお、このラウンジは宿泊者全員が使えるラウンジです。こちらで優雅にのんびり過ごすのもいいかもしれないですね。それではレストラン&バーをご紹介していきたいと思います。まずはピーコックアレーに戻ってまいりました。こちらはコーヒー、紅茶やアルコール、軽食、そしてアフタヌーンティーも用意しています。この真ん中のアイコニックなバー、大変素敵ですよね。そしてこのアールデコ調のライト、ヨーロッパとアジアを融合したような大変素敵な雰囲気となっています。こちらは宿泊していなくても利用できるので、大阪の新しい名所になるかもしれないですね。そしてこちらはバーケンズ&テイルズの入り口です。重厚な扉を開けて早速中に入っていきましょう。秘密の隠れ家的な通路をまっすぐ進んでいくとバーエリアがあります。ウイスキーの香りが漂う良き時代の空気が流れているような、そんな大人のバーです。ジャズエイジの名作ドリンクやウォルドーフ・アストリアのシグネチャーカクテルなど様々なドリンクがお楽しみいただけます。また外に見えるのはピーコックアレーのテラスエリアです。こちらも高層ビルが立ち並ぶグラングリーン大阪を望む新しい大阪の新スポットとなりそうですね。続いて日本食の月見をご紹介していきたいと思います。こちらは斬新なアートワークに囲まれた空間の寿司カウンターです。唯一無二の息を尽くした職人の技をご体験ください。そしてこちらは鉄板焼きコーナーです。庭園を見ながらこだわり尽くした本物の鉄板焼きをお楽しみいただけます。華やかな個室もあります。ユニークな和食レストランで本物の味をご体験ください。続いてはジョリーブラッスリーです。エレガントモダンを象徴としたフレンチブラッスリーです。親しみやすさとロマンティックな雰囲気の中、モダンフレンチをお楽しみいただけます。今回は夕食のコースメニューをいただいてみましたのでご紹介していきたいと思います。開業日のコースメニューは一つだけでした。9000円ということで、このクラスのホテルとしてはリーズナブルではないでしょうか。今回はプラス2000円で魚料理をつけてみました。1品目の前菜はマグロのタルタルです。アジアンスタイルでいぶりがっこの香りもしました。アボカドとマグロがまろやかに融合し、大変美味しいスターターとなりました。続いてはフレンチオニオングラタンスープです。濃厚なデミグラソースとチーズが絡み合い、こってりした味わいなんですが、しつこくなく大変美味しくいただきました。そしてサフランブイヤベースと甘鯛の鱗焼きです。これも美味しかったですね。ブイヤベースの芳醇なソースとこのサクサクした鱗焼きがマッチして素晴らしい一品となっていました。そしてメインは和牛ほほ肉の赤ワイン煮込みマッシュポテト添えです。ほほ肉がとろっとろに
なっていました。ソースと絡み合うマッシュルームも美味しかったですね。そしてデザートはバニラスフレです。焼きたてのスフレとアイスクリームの融合、これも美味しくいただけました。またコーヒー紅茶も料金に含まれていていただくことができました。このコース満足度が高いです。大変美味しかったのでまた来たいと思っています。さて現在ヒルトンダイヤモンド会員ゴールド会員はレストランが 25% 割引、そしてシルバー会員も 10% の割引があります。皆さんもぜひこの機会に行かれてみてはいかがでしょうか。さて夕食後はピーコックアレーに行ってみました。ため息が出るほどの美しい夜景が堪能できます。またダイヤモンド会員でいただいたドリンク券が使えるのはこちらとなります。さて部屋に戻ったらターンダウンサービスがされていました。お休みの準備と枕元にはミネラルウォーター、そしてナイトチョコレートが用意されていました。テレビの画面は癒しの画面、そしてヒーリングミュージックが流れています。そういえばこのテレビ、ヒーリングミュージックを選んで聴けたり、それに合う画面を選んだりして自分で好きなように楽しむことができます。さて自動ボタンでカーテンを開けてみたんですけれども、美しい夜景が楽しむことができますね。本日の部屋は大阪駅の反対側、淀川方面なんですけれども、こんなに美しく遠くの方まで宝石箱のような夜景を楽しむことができます。本当に綺麗ですね。さて朝になりました。現在早朝5時40分です。もう外は明るくなってきていますね。しかし大阪市内の見事な眺望、素晴らしいです。大阪南港の方までバッチリ見えますね。それでは準備をして朝食に行ってみたいと思います。朝食会場は昨日夕食をいただいたレストランジョリーブラッセリーです。このレストランではお料理をオーダーし、あとはセミビュッフェを楽しむというスタイルとなっています。和食前もありますし、卵料理はエッグベネディクト、オムレツ、パンケーキ、フレンチトーストもあります。お好きなものを好きなだけいただけるのも嬉しいですね。そしてコーヒーも一杯一杯丁寧にプレスで出してくれています。さてビュッフェボードにもお料理が少しあるようですので見て回りたいと思います。まずはホテルメイドのパンです。こちらは生ハムやベーコンですね。そしてコールドミールのお料理の数々です。朝食はオーダービュッフェとなり、ハーフビュッフェでビュッフェの料理は少ないと聞いていたのですが、なかなか種類もありますね。フルーツも充実しています。いちごもありますね。メロンもあります。そして一番上にはヨーグルトが置いてありました。蜂蜜を垂らして食べると美味しいですよね。こちらはサラダコーダー、彩り鮮やかですね。こちらはチーズコーナー、美味しそうなチーズがたくさん並べられています。ベーグルや食パンに挟んでいただくのもいいですよね。スムージーも
嬉しいですよね。こちらはシリアルコーナーです。種類も豊富にあります。和食コーナーもありました。オープンキッチンではシェフが次から次へと入るオーダーに対応し、大変活気があるキッチンとなっていました。さて、和定食が届きました。フレンチレストランで食べる和定食ですので、そんなに期待をしていなかったんですが、見てください。この手の込んだ料理、見た目にも美しく、そして関西風の出汁の効いたお味で大変美味しくいただきました。お魚の焼き加減も絶妙でした。思いがけない期待以上のクオリティにちょっと驚いてしまいました。洋食をご覧ください。まずはフレンチトースト、そしてパンデニッシュの盛り合わせ、オレンジジュースとスムージー、アボカドトースト、そしてサラダの盛り合わせ、パンケーキ、いちごソース、そしてコールドミールの盛り合わせです。大変豪華な朝食となりました。このホテル、総じてお料理が美味しいですね。何を食べても満足できる一品ばかりでした。ちなみにシェフはリッツ・カールトン大阪の人気シェフがこちらに来られているようです。さて、本日は2025年4月3日オープン、オルドーフ・アストリア大阪をご紹介しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは実際にオープン日に宿泊してみた正直な感想をお伝えしていきたいと思います。まずは良かった点です。スタッフが一人一人大変落ち着いた対応、そして丁寧な接客をしてくれました。オープン日とは思えないバタバタ感もなく、大変優雅な接客、優雅な滞在を楽しむことができました。オープン日のドアオープンも朝10時半と大変早く、余裕を持ってチェックインのお客様を迎えられたため、待たされることも全くなく、本当に快適に滞在を楽しむことができました。またチェックイン手続きはお部屋となるため、スタッフが同行し、ゆっくりチェックインをすることができます。お部屋の説明も詳しく聞くことができ、より快適な滞在を楽しむことができるかと思います。またロビーにはクオリティマネージャーという海外から来たスタッフが立っており、いろんな気の利いた会話をしてくれました。その方のホスピタリティが非常に記憶に残っています。また何といってもベッドと枕のクオリティが最高でした。私の好みに本当にぴったりでした。ふわふわ柔らかいベッドではなく、硬めなんだけれどもしっかり体を支えてくれる、そんな最高のベッドでゆっくり熟睡することができました。本当に気持ちよかったです。また朝食のクオリティも高いと思います。和食も洋食も大満足の朝食をいただくことができました。また反面気になったことはほとんどなかったんですけれども、一つあえて言うとすると、客室のシャワールームなどの花壇なんですけれども、温度調節がちょっと難しかったですね。お湯を出してもすぐには出てこない感じがして、温度調節微妙でした。まるで海外にいるような感覚がして、これはこれで面白かったです。また開業日と翌日はライブラリーが利用できなかったこと、これは仕方がないのかもしれませんが、ちょっと残念でしたね。さて、このホテルなんですが、大阪万博に合わせどんどん価格が上がってきています。今後はホテル価格と施設とサービスのバランスがどう取れるかということになってくるかと思います。総合的な判断としては、
素晴らしいホテルでまた泊まってみたいなっていう気はしています。しかしこれを絶対期待に変えるためには何か大きなセレンディピティ、そして記憶に残るサービス、何かがあったらさらに良かったんじゃないかなって、そんな風に思いました。皆さんはいかがお感じになりましたでしょうか。さて本日も長い動画ご覧いただきありがとうございました。もしこの番組が役に立ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。